スタート。おはこんはろちゃんあなたの目玉をボルトチェンジ、東北キリタンです。おはこんはろちゃんあなたの目玉に10万ボルト、音町うなです。ということで、ポケモンエメラルドが始まります。実況解説は、私東北キリタンが、見届け人は、私音町うなが務めます。とりあえずオープニングが流れている間に、このゲームについて、知っている人しかいないと思うのですが、知らない人も見ているかもしれないので、簡単に説明すると、ポケモンエメラルドは、2002年に発売されたルビーサファイアのマイナーチェンジ版で、なんか色々と、新しい要素が増えたものになります。なんか色々って、何が増えたんだ？それは説明すると長くなるので、うなさんの上にでも書いておきますね。助かる。早速ですが、前回のセーブデータも消去できたので、ゲーム内の設定を変更していきます。まあ早く進めるための設定は大事だからね。その通りです。設定が終われば、私とうなさんの合図でタイマーを開始させていただきます。任せろ。3、2、1、 1、スタート。スタート。まず最初に、ポケモンだと恒例の博士の話があります。スキップできればいいのですが、そんな便利なものはないので、連打しながら聞くしかありません。そんな博士の小田巻が何を話しているのかというと、ポケモンがめっちゃいるから、ポケモン図鑑の完成のために頑張ってくれみたいなことを言っています。知らんけど。おいおい明らかに違うこと言ってるぞ。失礼しました。次に主人公の性別を決めるのですが、女の子の方が RTA 的にはいいらしいので、女の子にします。ねえキリタン、RTA のことを考えるなら名前も1文字にするべきじゃないのか？いい質問ですねうなさん。確かにその通りですが、この RTA は世界新記録を出すことがかなり難しいらしいので、名前の入力にかかる数秒なんて気にしなくていいんですよ。そういうことなら好きな名前でやってもいいね。もちろんです。ちょうどゲームが始まったので、このゲームの設定みたいなものの話をすると、ゲーム開始時に主人公がトラックの荷台でドナドナされているのは、主人公が譲渡地方からここ保園地方に引っ越してきたからです。わかりやすく言うと、関西から九州に引っ越してきた感じです。それだけの距離を荷台で過ごすのは辛そうだな。辛いというより色々アウトな気がしてなりませんが、そんなことは置いといて、傷薬の回収と時計を合わせに2階に行きます。今時計を合わせたのですが、最初のタイトル画面にも出ていた通り、このソフトは電池が切れているので、この世界はザワールドされたまま、時が動き出すことはないです。なので、道にある木の実が成長することもありませんし、時間によって出現するポケモンにも会えなくなりますが、RTA 的にはそっちの方が都合がいいです。どう都合がいいんだ？どう都合がいいのかはどこかのタイミングで話すので、今は引っ越しの挨拶をしに、お隣さんのところに行きます。と言ってもこの町は家が2軒と研究所しかないので、この町にいる人全員に挨拶してもいいんですけどね。そんなことしている時間なんてないからさっさと挨拶を済ませるぞ。わかりました。ちょうどいいところにライバルの勇気が来ましたね。冒頭に小田巻と話している時に選ばなかった方の性別が、ライバルの性別になります。確か、性別によって家の位置も変わるような変わらないような、そんな仕様もあったと思います。多分合ってるよ。それで今からどこに行くの？今からこの町の上の方に行きます。なんか知らんけど、ポチエナに追いかけられている小田巻がいるような気がするので、この町を出るついでに見に行きます。タヌキみたいなポチエナだな。あれってもしかしてジグザグマじゃないのか？ジグザグマかもしれませんが、今から大事な乱数調整が始まるのでその話は後です。それで、ここの乱数調整の細かいやり方は、簡単に言うと、ゲームをリセットしてから水ゴロウを選択するまでにかかった時間が、だいたい 17.1 秒だと欲しい水ゴロウが出てくるというものになっています。まあ見ていればわかりますし、スタートボタンを押したりしているのはそれっぽく見せているだけで、特に意味はないです。何がポチエナだ？やっぱりジグザグマじゃないか。あ、多分うまくいきましたね。体当たりで黄色のラインまで体力が減れば GG です。どうかしましたか、ルナさん。さっきのポチエナの話だけど、乱数調整がうまくいったならいいや。確かに性格もやんちゃで問題ありませんが、ジグザグマが鳴き声をしてくるタイプなので、倒すのに時間がかかる個体のやつです。鳴き声をしてこないやつもいるのか？はい、一応いるらしいですが、やり方がよくわからなかったので、今回はこれでいいです。まずはこの RTA で一番大変なところをクリアできたので、順調な滑り出しですね。
一番はさすがに言い過ぎだろ。どうせトクサネシティで積むのが見えてる。確かにあそこのジムは強敵ですし、ジムをクリアした後の戦闘も厄介ですが、どうにかなるでしょう。どうにかなるといいけどね。それと何も言わずに、水五郎の名前は1文字にするんだな。水五郎の名前は特に思いつかなかったので、今回はあで我慢してもらいます。そういうことにしておくか。それでこの後はこのまま上に進んで、ライバルの勇気と戦います。ここも何か調整みたいなのがあったりしないのか。あることにはあるのですが、やり方がわからないので、普通に歩いて進むだけです。でも今回は、1回しか野生のポケモンとエンカウントしなかったので、実質やってるようなものです。なんか違うけどまあいいか。それとここで野生のポケモンに会った時は、倒さなくていいのか？そうですね。今はまだ野生のポケモンを倒さなくても大丈夫です。ここで戦闘をしてしまって、ライバル戦の前に水ゴロウの HP が減っていると、色々と面倒なことが起きるので、エンカウントしても逃げます。そんなこんなでライバルの前に来ました。ここで負けることはほとんどないのですが、一応負け筋もあるにはあるので、レポートだけは書いておきます。こんな初戦で負けることがあれば普通に泣いちゃうよ。確かに悲しいですね。それでなぜここで負け筋があるのかと言いますと、まずこちらの水ゴロウの素早さが相手のキモリに負けていて、それに加えてこちらの唯一の攻撃技の体当たりの命中率が95なのに対して、相手のキモリのはたくの命中率は100なので、水ゴロウの体当たりのセンス次第で負けることがあります。鬼みたいな仕様だね。そう考えると最近のポケモンは主人公が選んだポケモンに対して相性の悪いポケモンを選んでくれるから優しいね。そうですね。まあその仕様が最初に実装されたサンムーンの記憶はそもそもないので何も話すことがありませんし、剣立てに関しては無プレイなので語るに落ちるまでのないキリタンです。少しは他のシリーズもやろうよキリタン。剣立てはやろうと思ったのですが、タイミングが合わなかったのでできずに、そのまま今に至るので気が向けばやります。絶対やらない人のセリフだよ。まあまあ、無事にライバル戦も勝利できたので、今は喜びましょう。確かにそうだね。そういえば水ゴロウの性格しか見てなかったけど、攻撃の値とかは確認しなくてよかったの？性格がやんちゃなら大丈夫なので、攻撃の値までは確認しません。多分大丈夫ですのでそれに、エメラルド RTA の奏者が選ぶ、水ゴロウの性格はやんちゃしかいないので、大丈夫でしょう。ちょうど調整の話になったので、ついでにさっきやっていた水ゴロウの調整の話をもう少し詳しくすると、水ゴロウの調整は1フレーム単位でやっていて、ゲームを起動してから1026フレームのタイミングで入手できる水ゴロウをさっき手に入れました。フレーム単位だから普通にミスもするし、結構大変だよね。その通りです。1回で理想ゴロウをゲットできたのはラッキーな方です。そんなこんなで博士の話も終わって、今からママにランニングシューズをもらいに行くと本格的な冒険が始まります。ここから先はノンストップで殿堂入りまで進むってことだな。はい、そうです。トラブルが起きなければそういうことになります。嫌な予感しかしないけど、序盤の相手はそれほど強くないし、まあ大丈夫だよね。安心してください、うなさん。これでもエメラルドの殿堂入りを2回もしているので、大船に乗った気持ちで見ていてください。言ってるそばからキャラコンが怪しいんだよな。まあまあそんなことは言わないで、冒頭にもあった通り、コントローラーのレベルに所持しているバッジの数が追いついていないので、コントローラーが言うことを聞かない時があるのは仕方のないことですよ。そういうことにしておくか。それで戦闘に入ったけど、前の戦闘のせいで水ゴロウの HP が減ったままだけど大丈夫なの？乱数次第で負けることもありますが、水ゴロウの体当たりを外さなければ全て解決するので多分大丈夫ですよ。おいおい、一回負けてるのが見えちゃったせいで安心できないよ。まあ見てればわかりますよ、うなさん。今回の水ゴロウはちゃんと体当たりを当ててくれる個体だったので、難なく倒せますよ。それでこの小僧との戦闘が終われば、あとはトウカシティに行くだけですが、野生のポケモンを全く狩れていないので、少し無駄に動いて2匹ほど野生のポケモンを狩ります。どんな野生のポケモンを倒した方がいいとかはあったりするのか？特にはありませんが、倒して獲得した経験値が合計で25以上になれば OK なので、4レベルのポケモンとか出てくれると嬉しいですね。ちなみに今出てきたケムッソのレベル3は経験値が23なので、もう1匹適当なのを倒すことになります。ケムッソの経験値を覚えているの普通に気持ち悪いよキリタン。ケムッソと私に失礼ですよ、うなさん。確かに気持ち悪いかもしれませんが、ここに出てくる野生のポケモンの経験値だけは一応覚えておかないと、水ゴロウの成長に悪影響しか出ないので、多めに見てほしいです。
水ゴロウに悪影響が出ることは分かったけど、わざわざここで野生のポケモンを倒して経験値を取らなくても、この先にある遠かの森とかで倒したりすればよくないか。それと、そもそもなんで経験値が25以上必要なんだ？いい質問ですね、うなさん。最初の質問のなぜここで野生のポケモンを倒すかについてですが、この先の投下シティについてからはフレンドリーショップで虫除けスプレーを購入してそれを使ってこの先は進むことになるので、そもそも今みたいに野生のポケモンに会うこと自体がなくなるので、野生のポケモンを倒せる機会は今しかないので今倒しています。もう一つの質問に答える前に、今ポケモンセンターに入ったのはここを後で使うためにブックマークしておくためで、ブックまで来たら買い物をします。それで購入するものは傷薬が6個、虫除けスプレーが2個、プラスパワーが1個になります。ねえキリタン、ここの操作も本当は早くしたいんだろうけど、どうせ何を買うか曖昧なまま覚えてきたから操作に迷いがあるんでしょ？ご明察です、うなさん。普通にメモを見ながらやっているので、ほとんどのことを覚えていない代わりにこの RTA は一応チャート通りに進む予定ですが、あくまで予定なのでうまくいくかはわかりません。やっぱりな、それで主人公のパパには会えたみたいだけど、ここのジムにはまだ挑戦できないよね？はい。ここのジムに挑戦するにはバッジが4つ必要だったと思うので、また来ることになります。それで今からミツルのチュートリアルが始まるので、束の間の休憩タイムです。このミツルがリメイク版のオメガルビーアルファサファイアだとポケモン廃人になっちゃうんだから世の中わからないもんだな。確かにそうですね。ですが、ルビーサファイアやこのエメラルドでも、ミツルがポケモン廃人になりそうな片鱗を見せていますよ。うなさん。そんな場面なかったと思うけど見落としたのかな？いいえ、見落としていませんし、なんならルビーサファイアやエメラルド内で、そういったセリフはなく、あくまで推測の域でしかありませんが、ミツルの方が主人公をはるかにしのぐ勢いでバッジを集めた挙句、チャンピオンロードで勝負を挑んでくるからです。確かに近接しているミツルと勝負した後から、チャンピオンロードで再戦するまでの時間を考えると、あいつも大概なやつだな。その集大成がリメイク版の彼ということでしょう。でも最近のポケモンだと多少は育成もしやすくなったと思いますし、ミツルも喜んでいるんじゃないでしょうか。そうだといいな。それで色々とイベントが発生したせいで、さっき聞きそびれていた経験値が25以上必要な理由を教えてよ。そういえばまだ話していませんでしたね。経験値が25以上必要なのは、この先のシム戦のちょうどいいところで、水ゴロウが水鉄砲を覚えたり、いい感じのところで沼クロウに進化するために必要な最低経験値なので、それぞれの場面でまた詳しく話します。結構細かい調整みたいなのがあるんだね。そうですね。その辺にいるトレーナーとは極力無視して戦闘をしませんし、野生のポケモンにも出会わないせいで、経験値は結構ギリギリになりますね。今出てきたこいつは紹介するの？彼はあんまりストーリーにも関係ないので、今後出てきてもスルーします。呼び止めることしかしてこないし仕方ないか。自業自得ですね。この先も節目っぽいところでたまに出てきますが、気にしないでください。それでここは上じゃなくて下の砂浜から行くと、何事もなく進むことができるのですが、今目の前を走り回っている小僧に目をつけられて面倒なことが前にあったので少し慎重に行きます。それでこの位置で虫除けスプレーを使って、どうかの森を駆け抜ける準備をします。水ゴロウの体力が減っていればついでに回復もしましょう。それにしてもさっきのトレーナー一人にビビりすぎだよ。この先のトレーナーでもああいう動きをしていたらどんどん遅くなっちゃうよ。確かにその通りなので、なるべくはしたくないですね。それとここの少年はダッシュをうまく使えば、サクッと回避できるのですが、たまに失敗するのでバック避けでかわします。バック避けって何なんだ？バック避けはですね、相手の視点を少し固定できるようにするテクニックの一つで、この先もよく使うやつです。それともう一つのトレーナーをかわすやり方のダッシュを使うやつは、簡単に言うとランダムで振り向いているトレーナーをダッシュの誘導で避けていくような感じです。知らんけど。また知らんのか。それでしれっとアクアダン戦になったけど、ここのポチエナは結構強かったよね。そうですね。ここのポチエナは砂かけを使ってくるので、それを使われると、ただでさえ低い体当たりの命中率がストーンエッジくらいまで下がってしまい、肝心なところで当たらなくなった挙句、ボコボコにされて負けてしまいますね。それでここの戦闘の説明をすると、最初にプラスパワーを使って、あとは体当たりを当てるだけの簡単な作業なので、まあ大丈夫です。頼んだよ水ゴロウ。初手から砂かけを使われているけど大丈夫か？ちょっと雲行きが怪しいですね。水ゴロウがかなり苦しそうにしていますが、体当たりを2発当てればいいので、まだ慌てる時間じゃありません。相手の攻撃も外れているけど、こっちの攻撃も当たっていないから普通に慌てる時間だよ。
確かにそうですね。それに加えて相手の攻撃力も上がってしまったせいで、非常にまずい展開になってしまい、最悪、リセットも考えないといけない場面になりました。体当たりのダメージを見た感じあと2発はいるから、相手の攻撃がうまいこと当たって、こっちの攻撃が当たらなければ負けるよキリタン。リセット。おい桜田リセットみたいなリセットの仕方をするな。失礼しました。もっと早くリセットしてもよかったのですが、水殺を信じたい気持ちが大きすぎて、リセットをするのが遅くなってしまいました。気を取り直して、次の水殺にアクアガンをボコボコにしてもらいます。そうだね。次の水殺はちゃんと体当たりを当ててくれるといいね。当ててほしいですが、こればかりは運なので、私たちは水殺が技を外さないように、祈ることしかできませんね。おい少し残ったぞ。まあ次の体当たりで倒せるので大丈夫ですよ。何事もなく倒すことができましたね。1匹目の水ゴロウと違って、この2匹目の水ゴロウは、ポチエナの砂かけをものともせずに体当たりを当て続けてくれたので、よかったです。1匹目の水ゴロウがいなくなったような言い方をしているけど、水ゴロウからしたら時間を巻き戻されただけだから、最初の戦闘のことは何も覚えていないだけで、あれは小田巻からもらった水ゴロウだよ。そうかもしれませんが、何度もリセットを繰り返しているうちに、水ゴロウのデータにもほころびが生じて、それを補い続けた結果、水ゴロウがテセウスの水ゴロウになり、最初の水ゴロウと別物になる可能性もなくはないので、まだ断定するのは早いですよ、うなさん。わけのわからない言葉遊びで、がばっているのをごまかすんじゃないよ。おい、なんか失礼しました。ここは2人のトレーナーを避けないといけなくて、少し集中していました。そんなこんなで、金積シティに到着したので、このままサクッとジムを攻略しに行きます。相性的に有利なジムだからここは難なくクリアできるね。まあその通りですね。ここのジムは水ゴロウを選んでいれば、何の造作もない相手なので、余裕ですよ。どの世代のポケモンでも、炎を選ぶと最初のジムがきつそうなのは何なんだろうね。厳しいことを言いますが、レベルを上げて物理で殴ればどうにかなりますし、最近だと炎タイプを選んだ人が悲しい思いをしないように、炎タイプが有利なジムが最初にあったりする上に、最新作のスカーレット・バイオレットに至ってはオープンワールドなので、最初のジムという概念も消え去りましたね。ちなみに私は、スカーレット・バイオレットではホゲータを相棒にしました。言われてみればそうだね。スカーレット・バイオレットもやっているなら、いつか RTA をやったりするのか？気が向いたらやってみたいですが、いろんなゲームをやりたいので、まあいつかやると思います。今度はちゃんと覚えてから RTA をやるんだぞ。わかりました、うなさん。それよりも察しのいい人と、エメラルドやルビーサファイアの記憶が残っている人は、もう気づいているかもしれませんが、ジムリーダーのツツジの3匹目のポケモンまでは、石つぶてしか出てこないせいで、絵面が全く変わらないので、ここからは倍速します。その前に、水ゴロウのレベルが10になって水鉄砲を覚えてくれたので、ようやく水タイプの技が使えるようになりました。ということは、ここから先は無双できるということだな。そういうことになりますね、うなさん。ここから先の戦闘に出てくる石つぶては、水ゴロウの水鉄砲を耐えることができるわけもなく、ただ虚しく散っていくだけなので、私からすれば、この石つぶてたちは自我の持った経験飴みたいなものですね。そこまで言うなよキリタン。石つぶても頑張ってるんだからさ。失礼しました。そうでしたね、うなさん。石つぶても頑張っていて、私もうなさんも頑張っていますし、それに加えて高木も頑張っているので、この皆さんの頑張りによって、エメラルドの RTA が支えられているということを忘れていました。明らかに関係ないのも混じっていたけどまあいいや。それでジムにいるトレーナーを無駄に2人も倒したけど、ジムリーダーにはまだ挑戦しないのか？本当はここにいるトレーナーを誰一人倒さなくてもジムリーダーのツツジのところまで行けるのですが、それをやってしまうと、ツツジにボコボコにされて終わり、そういう痛いのだけは嫌なので、ここにいるトレーナーを倒して経験値を稼いでいます。まあ、ここ以外に楽に経験値を稼げる場所が、序盤だとないということもトレーナーを倒す理由の一つにあります。相変わらずギリギリの戦いをしているんだな。そうですね。この RTA に限らずポケモンの RTA は戦闘回数を極力減らしているせいでかなりギリギリの戦いを毎回強いられていますし、その戦闘の保険のために毎回こうしてレポートを書いているせいで時間がどんどん伸びていくので、記録も早くしたいけど安全に進めたい双方の気持ちが山嵐のジレンマのごとくレポートを書くたびに降り注いできます。いろいろ抱え込んでいたんだねキリタン。心配してくれてありがとうございますうなさん。
今話したのはあくまで普通の RTA 奏者の話で、私はそもそもそこまでやり込んですらいないから、チャート通りにそれっぽく進んでクリアできればいいと思っているので、気楽に見ていただいて大丈夫ですよ。心配して損した。次のノズパスに負けてリセットするようなことにはならないといいね。そうですね。油断してると普通に負けて面倒なことになりますが、幸い水黒の HP もフルにあるので、よほどのことがない限り大丈夫でしょう。それでここは初めに鳴き声をします。鳴き声をしておかないと、ノズパスの攻撃が結構痛くて、長期戦に持ち込まれた場合に負け筋を引く可能性があるので、今のうちにそのリスクを減らしておきます。ノズパスの岩石封じは結構痛いもんね。そうですね。攻撃力が1段階下がっているおかげでこのダメージで済みましたが、そのままの状態だと、大体13前後くらいのダメージを食らった上に、素早さも下がり、先手を取ることもできなくなるので、さっき言っていた通り負ける可能性もあるということです。ひとまずは大丈夫そうな感じだけど、今のノズパスの体力が中途半端に減っているせいで、相手が傷薬ループに突入して、このままだと水鉄砲の PP がなくなるか、相手の傷薬の在庫が底を尽きるかの泥仕合になっちゃうよキリタン。確かにその可能性も残っていますが、そう何度も傷薬を使うほど嫌がらせはしてこないでしょう。もしそうなった場合は、どこかのタイミングでこちらが急所に当てればいいだけなので大丈夫です。行ったそばから急所を当てるのはさすがだな水五郎。自覚があるタイプということなんでしょうね。これから先もよろしくお願いしたいです。まあ自覚はあったに越したことはないからね。そうですね、うなさん。時間もいい感じで、ちょうど一つ目のジムを攻略でき、キリがいいのでパート1はこの辺で終わりにします。確かにそうだな。最後に挨拶して終わりにするか。はい、そうですね、うなさん。ご視聴ありがとうございました。